こんにちは、特急部員です。2023年10月15日日曜日10時過ぎになりました。これから始めます。よいしょ。今日運動会ちょっと中断してきたんですけども、今日あと僕11件やんなきゃいけないんで、昨日、一昨日先一昨日の様子だと、全然終わらないもんですから、ちょっと、役員の仕事だけちょっとやってきて、早めに帰ってきてしまいました。これから始めます。いつもの公園待機です。伊藤宇です。さっき1本家で鳴ったんですけども、ちょっと忙しかったんで出ちゃいました。PTA の新聞って難しいですね。運動会でも子供の顔出ししちゃいけないんだって話でね。で、顔出し OK の子と顔出し NG の子がいて、で、顔出し OK の子だったらいいんじゃないかって僕話したんだけど、学校が心配してましてね、顔出し OK の子も何か問題があっては困るから NG にしてくださいって、どうやって作ろうかななんて感じなんですけど、今思案してます。1軒目近くで終わって、また伊東津の公園です。いつもの方からご質問いただきましてありがとうございます。今ちょっとネタがなくて困ってた。賃貸の審査とか通りますかって言うんですけど、賃貸は結構稼いでる人でも半分ぐらいしか取らないですよね。で、不動産屋にもよる。ダメだったところはもう最初からダメですね。で、不動産屋さんの協力が得られれば、プッシュしてくれれば通る場合もあるんだけど、そうでないは全然ダメ。で、巣鴨のアエラス、他にもあるかもしれないけど、あそこはいいですね。なんとか契約させようとします。で、アエラスさんの話だと、うちは管理はやってないから、仲介しかやってないんです。だからこういうふうに一生懸命するんですって話してましたね。信用がなくても、なんとかね、方法があるんじゃないかって考えてくれます。あと、不動産屋さんに行って僕思ったのは、年配の人は大体ダメ。全部ダメってわけじゃないけど、いい場合もあるけど、なんか細かい仕事とかね、嫌がってね、やらないんですよ。で、新人さんか、それからちょっと経ったぐらいの人が、若い男の子、一生懸命やってくれる。僕は若い子の方が好きです。なんか、いろいろやってくれるからね。あと、属性が低いみたいで、ローンも半分は通んないですね。で、通っても金額が低いやつ。で、もしクレジットカードを作れたとしても、限度額が低いやつ。で、使ってるうちに限度額が上がってって、80万円使ってくださいとか、90万円使ってくださいって上がってくんだけど、じゃあ、前回の家買った時に思ったんだけど、家買う時ってお金もう少なくなって手持ちが少なくなるからカードでボン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 買い物するじゃないですか。で、いっぺんにボンボンボンって買うと限度額が80万のやつでも40万円ぐらいで止まっちゃうんですよ。で、いつ止まるかっていうと、買い物バンバンバンってして、じゃあ、こっちから入金があったから30万円先に返そう、ボーンって返すでしょ。その時に止めちゃうの。なぜか。意味僕は分かんないですけどね。いっぺんに返した時に止められます。で、職業欄はどうしてるんですかって、話、ご質問もありましたけど、職業欄は普通に運送業かフードデリバリーって書いてますね。どこでも。それで大体取っちゃってる。で、話戻ってローンのことですけども、賃貸じゃなくて、家を買ってしまうと、ボロ屋でも、持ち家で、ローンなしのちょっといい属性になるみたいで、結構ね、カードローンの案内が来たりとかね、実際組めたりとか、そういうクレジットカードも限度額も上がったりとか、いいことがあります。あれは多分僕の今の収入を見てやってるんじゃなくて、その家の価値を見て、それで評価してるんじゃないかな。自分の今の家、210万で買ったんだけど、評価額って、税金の評価額ってあるんですけど、それが500何十万で結構いいんですよ。で、それに対して審査してるみたいなんで、結構何でも通ります。ただですね、去年の年末に僕入院して、
1ヶ月ぐらい全然仕事をしなくて、で、その後も、家の、メインにした仕事あんまりうまくいかなくて、で、その前コロナ2年ぐらい入ってて、で、ここ3年ぐらい、ほぼ無収入に近いような収入なんですよね。それなのになぜかカードは持てて、買い物はできるというね、だからアメックスなのにサイマーみたいな変な状況にはなってます。ただもう今年ですから何度も、えーかたくさん借りて、で返して、借りて返してって、何回もやってるんで、まあ、今回も大丈夫でしょう。南小倉駅待機です。2軒目イボリです。イボリ待機です。昼間は全然なりませんね。2軒だけでした。できたら9軒鳴らしたいんで、どうしようかな。最近小倉城行ってないんで、小倉城から回遊して糸渦戻ってくるコースで一周してきます。勝山公園待機です。小倉城は今日お祭りしてまして、座れるスペースもなかったんで、こちらに避けてきました。で、4日前の後半かな、夕方から鳴りが全く止まってまして、私はどんどん足跡つけてるし、時間も稼いでるし、もし仕事が入ってくれば優先されるはずなんですけども、全然ならない。さっきガストにずっといましたけども、ガストでも、食べながら見てましたけど、ウーバーの端末が鳴った記憶はないです。配達員も取りに来ていませんでした。出前館さんも取りに来ていませんでした。そういう時期のようです。ですので、諦めかな。歌います。貧しさに負けた、いえ世間に負けた、二人は彼す好き。大手町待機です。相変わらず今日2本だけでラスト9本全然進みません。ただこの辺でも9本ってワンチャンプラスアルファぐらいなんで、一縷の望みをかけて、とりあえず腹ごしらえにラーメン食べました。お腹空いてたんでね。で、これ食べちゃえばあと3時間ぐらいは動けますからね。ただこれ達成は無理だと思います。99% 無理です。もう諦めてます。餃子の王将いっぱいだったんで、普通のラーメン屋さん行ったんですけど、お店でラジオが流れててね。で、パシフィックリーグクライマックスシリーズファーストステージ第3戦、ソフトバンクホークス対ロッテマリーンズってやってるんですよ。で、その中で福岡のアナウンサーってすごいんですね。自分で実況しながら解説しちゃってんの、全部。KBC の小林さんって言ってましたよね。で、解説に前田さんって方がいるみたいなんですけど、この球は見逃しちゃいけなかったですよね。10球待ちでこの3球目が打てるコースでしたよね。前田さんって。前田さんは、そうですね。っていうわけ。で、その次の打球で、ファーストゴロを打たされてしまいました。で、この打たされてしまった原因は、先ほどの直球を見逃してしまったことですよね。前田さん。前田さんは、そうですね。って、そんな調子でずーっと実況の方が解説しちゃって、前田さんはただ、そうですね。そうですね。そうですね。って言うだけになっちゃってる。あれ、毎日やってると、アナウンサーも詳しくなっちゃうのかな。今日も10時間以上やりました。で、件数は2件だけ。運転時間は30分だけ。で、1ヶ月ぐらい前に検証とか言って始めてから2件っていうのが最低で、運転時間の利用率、オンライン時間に対して、5% だけで、これも最低でした。ただ自分の動きが悪くて入ってこないのか、全体の注文が少なくて入ってこないのか、それが分かってるだけでも随分気持ち違いますね。ちょっと安心して今までよりも待っていられます。自分の考え方を整理したせいでね。
で、これは私のやり方が悪いわけではなくて、全体の注文が入ってないです。で、ですからそんなに焦ってないんですけど、で、昨日までの僕の平均よりも下回った分の貯金が 41%。で、今日が普通、週末だと 30% いきますから、30-5 で 25% あるんですよね。で、合計で、66% あります。で、その分は来週回しになるのかどうか、僕の予想では多分、計算はチャラになって、繰り越さないと思います。でもちょっと来週、数字は見てみたいと思います。で、今日はガストでずーっとコーヒー飲んでても、お店の端末は鳴ってなかったですし、出前館も含めて、あと、配達員さんの方では、自動しているバイクの配達員さんもおられましたし、もう全体の注文が減ってる時期は、戦略とか味アートとか、もう全然関係ないですね。何やっても無駄。諦めるしかないです。また明日です。バイバイです。